今日は現在とは何ですかという質問にお答えしたいと思います。現在っていうのは人間であれば誰もが持っている罪への傾向性のことです。聖書は人間を見たときに性悪説というものに立っています。つまり人はすべて心の中に悪への傾向性を持ってるんだというのが聖書的人間観ですね。現在について3つ申し上げます。1番目、最初に罪を犯したのは悪魔です。悪魔は聖書ではサタンとも言います。悪魔は最初、最高の天使として創造されました。その天使が堕落して悪魔になったんです。堕落した原因は何かというと、悪魔はあまりにも美しかったんですね。そして自分が神のようになろうとした。これがポイントですね。自分が神になりたいと思って神に反抗した。これが悪魔が犯した最初の罪です。次に2番目。悪魔に誘惑されてアダムとエバが罪を犯しました。これは創世記に出てきますね。エデンの園において一つだけ食べてはならないと命じられていた木があったんです。それは善悪の知識の木と呼ばれてました。これはアダムとエバが神によって作られた被造物として神に忠実に歩むかどうかをテストする唯一の木だったんです。あとはすべて自由にしていいと言われていたんです。その一つだけしてはいけないことがあった。これを善悪の知識の木と言ったんですが、サタンは最初、エバに近づいてエバを誘惑します。おそらく、アダムは神から直接命令を聞いていたけど、エバはアダムから間接的に聞いていたので、騙しやすいと思ったのかもしれません。サタンが誘惑した方法は何かというと、これを食べればあなたも神のようになるって言ったんです。つまりサタンが自分が神のようになりたいと思った。それと同じ方法で女を誘惑しました。そして女は食べちゃいけないと言われていたものを食べ、次に夫のアダムも妻からそれをもらって食べたわけですね。これがアダムとエバが犯した罪です。つまり罪の本質は神への反抗です。3番目に、その時以来人類はアダムの罪の性質を継承して誕生するようになりました。つまり、アダムとエバから生まれた子供は同じ性質を持って生まれたんで、その孫もひ孫も全部同じです。それでずっと続いてきて、私の両親が生まれ、私の両親から私が生まれたんですけども、遺伝的に両親の肉体的性質を継承しているのと同じ意味で、霊的に内面的にアダム以来の現在という罪の傾向性を私は継承して生まれてきたんです。聖書は罪の支払う報酬は死ですと教えています。死っていうのは神からの断絶のことですね、この場合は。つまり永遠の滅びに行くんだよと聖書は警告してますね。私たちの今の状態はアダムにつながっている状態です。イエス・キリストのことを最後のアダム、あるいは第二のアダムと言います。聖書が提供する救いは、最初のアダムとの関係を断ち切って、最後のアダムであるイエス・キリストにつながりなさい。そうすると、私の現在の問題は解決されるんだ。イエス・キリストの性質を私のうちにいただくことができるんだと教えています。つまり、イエス・キリストを信じるということは、最初のアダムとの関係を断ち切って、最後のアダムであるイエス・キリストとつながるということですね。ぜひ、イエス・キリストを見上げて、この方を救い主として受け入れてください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。